前回のガジェットは、スタックちゃん。これは電子工作界の有名メーカーである中国の M5 スタック社のパーツを使って2021年に日本のエンジニアさんである獅川氏が作った小型ロボットなんです。ああ、中の箱、がっつりへこんでいますね。大丈夫でしょうか？手のひらサイズです。このサイズ感も人気の理由なのかもしれません。改造や開発はちょっと敷居が高そうだから、まずは標準的に AI ロボットとして動作させてみようよ。皆さんこんにちは。ガジェットのなおです。さて、前回はスタックちゃんの誕生のストーリーから開封とスペックの確認を行ったので、今回は実際に電源を入れておしゃべりができる状態までやってみましょう。完成品なので問題なく動作すると思うのですが、どのような感じで動くのでしょうか。まずはマニュアルにある M5 スタック社のドキュメントに目を通します。ふむと、まずはアプリを入れて M5 スタックアカウントでログインするのですね。サーボテスト。サーボとはサーボモーターのことですよね。なるほど、起動時に動作確認が出てくるのですね。バインドとか Mac アドレスなど難しい言葉が出てきますが大丈夫。Bluetooth で接続して Wi-Fi の名前とパスワードを入れれば良いみたいです。ドキュメントには相当詳しく使い付きで書かれているので、基本的にこの通り進めれば問題なさそうですね。では実際電源を入れてみましょう。サーボテストが始まって、はい、設定できたようですね。画面をタップすると会話ができます。ここでアプリの設定画面を見てみましょう。エージェントセッティングでは AI エージェントを選択できるようです。なるほど。どれも見たことがない AI なのでちょっと調べてみました。オープンソースや有名企業が作っている AI だったり様々ありますが、全て中国の AI みたいですね。またこれら全てがスタックちゃんの本体のみで動いているとは思えないので、おそらくですが中継サーバーなどを通って AI と通信しているのかな。本体のみで動いていたとしてもセキュリティ的に個人情報や機密情報を安易に話しかけるのは避けた方が良さそうです。学習されたり他の利用者に公開されてしまう可能性がありますからね。さて、これらの AI はどんな特徴があるのでしょうか。ここで比較のために3つの質問をしてみようと思います。論理的推論や引っ掛け問題を出してもいいかなと思いましたが、スタックちゃんは友達と話しているような会話のキャッチボールをすることが大事なので、日常的かつ短めの質問にしてみました。質問1、ユーモアと返しのうまさ。なんか面白いこと言って。チェックポイントとしては AI がどれだけ気の利いた返しやクスッと笑えるジョークを返せるかを測ります。性能が低いと私は AI なので面白いことは言えませんと冷たく返しますが、優秀なモデルは自分のロボットとしての立場を自虐にしたりなぞなぞを出してきたりとチャーミングな返しを瞬時にしてくれるはずです。質問2、雑談の広げ方、共感力。今日の晩ご飯何がいいと思う？チェックポイントとしては決まった正解がない質問に対して会話をどう広げてくれるかを測ります。単にカレーはどうですかと一つだけ返すか、がっつり系ならハンバーグ、あっさりならお寿司はどう、今何が食べたい気分のようにこちらに問いかけ返して会話を盛り上げようとするかがポイントです。質問3、とっさの知識と要約スピード。犬と猫どっちが飼いやすい？チェックポイントとしては定番の比較質問に対して理由をどれだけ短く分かりやすくまとめて即答できるかを測ります。スタックちゃんの小さな画面や音声出力で長々と喋られると疲れてしまいます。散歩が必要ない点では猫、コミュニケーション重視なら犬ですねといったように要点を数秒でパンと返してくるモデルが優秀かなと思います。では早速行ってみましょう。まずはシャオジーライトから。
面白いことね。まずは冗談を言ってもいいか確認してもいい？よし、じゃあ一つ呼んでみるね。はい、一つ紹介するね。ある人が初めて飛行機に乗って怖くて目を開けられなかったんだって。15分後に勇気を出して窓の外を見て叫んだんだ。わあ、すごく高く飛んでる。人がアリみたいに小さく見える。そしたら隣の席の人が言ったよ。それはアリだよ。まだ離陸してないからねって。どう？ちょっと笑えた？千葉は今どんな天気かな？ちょっと確認してみるね。今千葉は22度でにわか雨が降ってるみたいだよ。ちょっと蒸し暑い感じかな。そういう日はさっぱりしたものがいいかもね。冷やし中華とかそうめんとか、あとは暑いならカレーもいいし。なおさんは何が食べたい気分？そうだね、どっちにも良さがあるよ。犬はしつけをしっかりすればすごく忠実で、散歩とか一緒に遊べるのが楽しいけど、毎日の散歩や世話に時間がかかるかな。猫はマイペースでトイレも覚えやすいし、散歩いらずで一人暮らしでも飼いやすいけど、気ままだからツンデレなところもあるよ。なおさんは今飼うか考えてるの？続いてクエンです。病院で患者が歯科医師に言いました。あなたは本当に儲けが大きいですね。たった数秒で数百元も稼げるんですから。医師は答えました。あなたが良ければゆっくり抜いて差し上げますよ。何が食べたいかによるけど、今夜はカレーライスとかどう？ちょっと寒い日にはぴったりだよ。他に何か気分の乗るメニューある？犬と猫どっちが飼いやすいかって、それはもう性格やライフスタイル次第だよ。猫はお世話が比較的楽で一人で留守番もしやすい。でも基本自由人だからね。一方犬はかまってちゃん。お散歩もいるし手はかかるけど人との絆は強いよ。世話の面で見たらちょっとだけ猫が楽かも。続いてディープシーク V4 です。面白い話を一つね。ある生徒が友達に最近寝るとすごく汗をかくんだ。病院に行ってもわからなくて漢方薬も飲んだけど全然治らないんだよねと相談したんだって。友達がそれでどうなったの？治ったの？って聞くと、その生徒は薄い布団に変えたら治ったよって言ったんだって笑い。今日の晩ご飯ですね。カレーライスはどうですか？ご飯が進むし作るのも簡単ですよ。他には焼き魚定食やお好み焼きも美味しいですけど、なおさんは何が食べたい気分ですか？犬と猫の飼いやすさですね。犬は散歩が必要でしつけも時間がかかりますが、忠実で一緒に遊べる楽しさがあります。猫は散歩が不要で一人で過ごせるので手間が少ないです。どちらも魅力はありますが、ライフスタイルに合わせて選ぶのがいいですね。なおさんはどっちが好きですか？最後にドウバオシード 2.0 です。ではこのジョークを聞いてください。ある日食人族がサラリーマンを捕まえたけど結局話したんですよ。なぜだかわかります？サラリーマンは辛すぎるからだそうです。今日は蒸し暑いから冷たいそうめんはどうですか？さっぱりして食べやすいですよ。
それは飼う人のライフスタイルによって違うと思いますよ。犬は散歩が必要だったり、人と遊ぶのが好きだったりするので、毎日時間を取れる人には合っていますね。猫は家の中でも大丈夫だし、自分の時間を大事にするので、忙しい人でも飼いやすいかもしれません。どちらかに興味があるんですか？質問に対する各 AI の反応を見てみましたが、いかがだったでしょうか。ツッコミどころはいろいろありますが、どの AI も質問にはちゃんと答えてくれましたね。ここからお気に入りの AI を選んで、このまま会話をするのも十分楽しいですし、音楽に合わせてダンスをさせたりもできます。そしてここからは電子工作ならではの楽しみですが、ソフトウェアを書き換えることで、AI エージェントをチャット GPT やジェミニにしたり、喋る声をズンダモンに変更したりできるみたいです。ちょっと挑戦してみようかな。その時が来たら、いろいろ試して、また動画にしようと思います。それではまた、次のガジェットで。